皆さん、こんにちは。陽介です。今日も聞いてくださってありがとうございます。こんにちは、さおりです。皆さん、今日はどんな一日を過ごしていますか？まだまだ寒い季節ですが、春の足音も少しずつ近づいていますね。そうだね。春といえば卒業式のシーズンだよね。日本では3月になると卒業式がたくさん行われるよね。そうそう、卒業式といえば、学生にとってとても大切な行事だよね。今日は日本の卒業式についていろいろお話ししようと思います。うん。日本の学校の卒業式はどんな流れで行われるのか、どんな服装をするのか、また、卒業生はどんな気持ちになるのか、いろんな視点から話してみたいと思います。まずは、卒業式がいつ、どのように行われるのか、基本的なところからお話ししましょ日本の学校は4月から新学期が始まることが多いから、ちょうど前の学年の最後になる3月に卒業式があるんだよね。小学校、中学校、高校、そして大学も大抵3月に卒業式をするよね。う。そうだね。日付は学校によって違うけど、多くは3月の中旬から下旬にかけて行われることが多いかな。卒業式の当日は体育館や講堂で行われることがほとんどだね。そうそう。学生たちは事前に何回かリハーサルをして、当日の動き方や入場の方法、それから国歌や校歌の練習もするんだよね。うん。卒業式本番で入場するときは、在校生や先生たちが見守ってくれる中を一列になって歩いて席に着くから、ちょっと緊張するよね。うん。しかも保護者や来賓も大勢見に来ているから、いつもと違った雰囲気でドキドキすると思う。海外の卒業式と比べて静かでフォーマルな雰囲気があるみたいだね。卒業式の流れとしては、まず開会の言葉があって、国歌や校歌をみんなで歌って、校長先生や来賓の祝辞があって、それから卒業証書の授与だよね。そうだね。卒業証書の授与っていうのは、卒業する人が名前を呼ばれて、ステージや壇上に上がって、校長先生から卒業証書を受け取るんだよね。小学校や中学校は一人一人が名前を呼ばれるけど、高校や大学になると代表の人だけ壇上で受け取って、あとはまとめて渡されるというところもあるよね。そういうやり方の学校もあるね。人数が多いところは時間がかかって大変だから、代表者だけが受け取るケースもあるよね。うん、いろいろみたいだね。一人一人しっかり手渡しで受け取るところもあるから、本当に学校によっていろいろだと思卒業証書を受け取ると、ああ、本当に卒業するんだなって改めて実感が湧くよね。その後、在校生の掃除と卒業生の答辞があったりするよね。う。掃除というと、部屋をきれいにするという意味の言葉の掃除と一緒の発音で混乱してしまうかもしれませんね。うん。卒業式の文脈で使われる掃除は、送る言葉という意味の漢字を使って表現するので、
在校生が卒業生に向けて送る言葉を表しています。卒業式のようなフォーマルな式典で使われる言葉だね。学校での思い出や卒業生への感謝、それから未来への応援の気持ちなどを伝える言葉だね。そして卒業生の答辞は在校生へのお礼、保護者や先生への感謝、新しい道へ進む決意などを述べることが多いね。答辞という言葉も一年で最も日が出ている時間が短い日を指す答辞と一緒だね。そうだね。その冬至は冬に至るという言葉の通り、本格的に寒くなってくる時期を表すよね。卒業式で使われるこの答辞は、掃除に答える言葉の意味になるので、掃除とセットで使う言葉だね。これも卒業式のような式典で使われる言葉だね。そうだね。掃除も冬至もどちらも感動的だよね。特に冬至は卒業生代表の人が自分の気持ちを言葉にするから感動して泣けちゃう人もいるよね。そうそう。俺も答辞を聞いて感動してもらい泣きした思い出があるな。その後は合唱したり、来賓や校長先生からの言葉があって、卒業生が退場するという流れが一般的かな。うん、退場するときは音楽が流れてみんな拍手で見送ってくれるよね。ちょっと切ない雰囲気があるけど、それと同時におめでとうという感じもあるから不思議な気持ちになるよね。次は卒業式の服装について話そうか。日本の卒業式では中学校、高校だと制服を着るのが普通だよね。そうだね。小学校は学校によって違うけど、中学や高校はほとんど制服だよね。特別なレンタルの袴とかを着るのは大学の卒業式だと思うん、そうだね。大学の卒業式は女性だと袴姿、男性だとスーツが多いかな。最近は女性でスーツを着る人もいるし、結構自由だよね。う。うん、大学の卒業式は華やかだよね。着物や袴をレンタルして写真館で記念写真を撮る人もいるよね。私は大学の卒業式では袴を着て、式の後のパーティーではドレスを着たよ。そうなんだ。中学校や高校は制服のところが多いから、そこまで派手ではないけど、みんなできちんとした姿で集まるから、やっぱりすごく特別な気持ちになるよね。そうだね。小学生は制服がないことが多いから、ちょっとフォーマルな服で行くことが多いかな。そうだね。親もフォーマルな服装で行くよね。着物で参加するお母さんもいるよね。あ、私の小学校と中学校では、女性の先生はみんな袴を着てたよ。そうなんだ。ちなみに先生は着物でなく、なぜ袴を着るの？明治時代から学びの場における女性の制服として袴が着られてきたから、この伝統がこの現代の卒業式にも受け継がれているみたいだよ。だから先生も生徒の卒業を祝う特別な日として袴を着ることが多いみたいだよ。息子の卒園式でも先生が袴を着てたね。卒業式といえば歌も大事だよね。国歌や校歌は必ず歌うよね。そうそう。国歌は君が代
という歌で、校歌はそれぞれの学校にあるオリジナルソングだね。国歌や校歌以外の歌を合唱する学校も多いよね。うん。仰げば尊しとか、旅立ちの日になんかは卒業式の定番だよね。多くの日本人は卒業式でこれらの歌を歌っているから、聞くだけで当時を思い出して、なんかうるっとくるんだよね。この仰げば尊しって先生への感謝を伝える歌なんだよね。そうなんだ。知らなかった。仰げば尊し。歌わなくていいよ。でもわかる。卒業生が思い出の曲を合唱して先生や保護者も涙ぐむなんてシーンはよくあるよね。それもまた卒業式の感動ポイントだよね。歌って不思議な力があるんだよな。陽介さんは自分の卒業式の時はどんな気持ちだった？俺は高校の卒業式の時が一番印象的だったかな。高校生活がすごく楽しくて、その高校生活が終わっちゃうんだなーって。わかるな。離れ離れになる感じがあって寂しいよね。うん。卒業式の後、学校の外で写真をいっぱい撮ったんだけど、みんな笑顔なんだけど、ちょっと泣きそうになってたり、本当にいろんな感情が混ざってたね。卒業式の後のホームルームとかで最後に担任の先生から話があってみんなで拍手したりお互いにありがとうございましたって言い合ったりしてあれは本当に泣ける時間だよね。うん。ホームルームが終わってもなかなか帰れないんだよね。教室で写真を撮ったり、卒業アルバムに友達同士メッセージを書き合ったりして、ずっと残りたくなってたよ。そうそう、卒業式シーズンになると、卒業アルバムを受け取る学校も多いよね。うん、卒業アルバムは一冊丸ごとクラス写真や行事の写真、先生の写真、部活動の写真などがたくさん載っているし、いつでも思い出を振り返ることができるよね。そうそう、見返すと、あの時はこんなことしてたんだなって懐かしくなるし、同級生がどんな人だったかを思い出せる大事なアイテムだよね。私もたまに卒業アルバムを開いて学生時代を思い出すことがあるよ。同窓会の前に見ることもあるかな。それが卒業アルバムの良さだよね。SNS がある時代でも、やっぱり紙のアルバムは特別だと思昔は卒業生の住所や電話番号も載っていたりしたんだけど、今では考えられないね。う。そうそう。個人情報の観点ではアウトだよね。時代も変わったよね。卒業式が終わるとみんな結構自由な時間を過ごすと思うけど、陽介さんは卒業式の後って何をしてた？俺はまずクラスメートや仲のいい友達と写真をたくさん撮ってたりしたかな。あとは部活の仲間とか後輩と写真を撮ったり、その後はクラスメートとご飯とカラオケに行ったな。私も友達とご飯に行ったよ。もうみんなで集まるの最後になるから、楽しい気持ちと寂しい気持ちだったね。卒業式ってただ学校を卒業するだけじゃなくて、その環境全体から新しいステップに進む儀式って感じがするよね。卒業式にはやっぱり両親、保護者も来るよね。特に小学校や中学校の卒業式は家族で写真を撮ることが多いよね。
そうだね。家族にとっても子供が一つの区切りを迎える大切な日だから、ビデオカメラやスマホでたくさん写真や動画を撮っている人が多いと思うん、家族みんなが揃って卒業おめでとうって言ってくれるのは素敵なことだよね。あと、卒業祝いに食事に行ったり、プレゼントを用意したりする家庭も多いよね。う。そうそう。卒業祝いとしてちょっといいレストランでご飯を食べたり、春から使う新しいカバンや電子辞書、時計を買ってもらったりとか、今だとスマホを渡す家庭も多いみたい。次のステップに向けての準備を兼ねてお祝いすることが多いんじゃないかな。そうやって家族のサポートに感謝する機会にもなるよね。日本の卒業式といえば桜のイメージもあるよね。でも実際のところは3月だとまだ桜が咲いていないこともあるよね。うん、関東だと桜の開花はだいたい3月下旬から4月上旬だから、卒業式の時にはまだ咲き始めくらいかな。それでも卒業式イコール桜のイメージは強いよね。そうなんだよね。卒業ソングの歌詞にも桜がよく出てくるし、ドラマや映画の卒業シーンでも桜が満開だったりするから、イメージとしてはぴったりだけど、リアルにはまだちょっと早い。最近だと温暖化で暖かいから咲いているところもあったりするね。でもまあ、春を象徴する花だし、新しいスタートのイメージに桜はぴったりだから、入学式と卒業式に桜は欠かせない存在だよね。そうだね。今年も桜が咲くのは楽しみだな。卒業式ってすごく日本的な文化だなって思うんだけど、どうしてこんなに大事にされているんだろ一つは、日本は4月に新年度が始まるから3月が区切りになっていて、卒業式イコール人生の転機のような意味が強いのかもしれないね。う。確かに、学年が変わるタイミングが春だから、卒業と入学が同じ季節に集中するんだよね。4月になると桜が咲いて、新しい環境がスタートする。3月はその前の終わりの月という感じだよね。うん。日本人は行事や節目を結構大切にする文化があると思う。成人式とか七五三とかお正月とか、卒業式もその一つとして大切にされているんじゃないかな。そうだね。みんなで同じタイミングで卒業するっていう一体感もあるし、学校だけじゃなくて家族や地域の人たちも卒業おめでとうと声をかけてくれることが多いよね。うん。そこが日本の卒業式の温かいところだと思うな。というわけで、今日は日本の卒業式についてたっぷりお話ししました。会場の雰囲気や服装、思い出や感動のポイントなどいろいろありましたね。そうだね。卒業式は学生生活の終わりであり、新しい生活の始まりを感じられる行事。日本人にとってはすごく大事なイベントだよね。もしこれを聞いている日本語学習者の皆さんの中で、日本の学校に通っている人がいたら、卒業式を思いっきり楽しんでほしいし、留学予定の人がいたら、ぜひ現地で参加してみてほしいなと思います。うん。制服や袴、式の進行、校歌、国歌、合唱などいろいろ日本独特の要素があるから、きっと面白い経験になりますね。最初は少し戸惑うかもしれないけど、
周りの日本人の動きを見て真似をしていけばすぐ慣れると思います。そうだね。卒業式の後の友達との時間も宝物になるはずです。写真やビデオだけじゃなくて、たくさん思い出を残してください。はい。ということで、今回の卒業式についてはいかがでしたでしょうか。次回もまた別の日本文化や日常生活の話題を取り上げたいと思います。それでは皆さん、最後までお聞きいただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録やいいね、コメントをいただけるととても励みになります。ぜひ日本語を勉強している友人へのシェアもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke. Come with me.